これでわかるエリザベート。シシーの愛称で知られています。1837年、バイエルン王家であるビッテルスバッハ家の傍系のバイエルン公マキシミリアンとバイエルン王女ルドビカの次女として生まれる。ビッテルスバッハ家は名門貴族の割に自由なところがあり、特にエリザベートの父は型破りで自由奔放な教育方針がありました。彼女はのびのびと開放的に育ち、感受性豊かな少女になりました。ハプスブルグ家に嫁ぐまでは、勉強嫌いで特技は狩りや乗馬、そして詩や芸術、文学を好みました。王位継承からは遠く、公務とは無縁だったため自由を満喫していました。ハプスブルク家が支配するオーストリア帝国では、皇帝フランツ・ヨーゼフのお嫁さん探しをしていました。ヨーゼフの母ゾフィーはビッテルスバッハ家出身なので、同じ家からお嫁さんをもらうことを決めました。ゾフィーの妹ルドビカの娘でしっかりとした長女ヘレーネが候補になりました。そのお見合いの席に妹であるエリザベートも連れて行かれたのですが、なんとヨーゼフはエリザベートに夢中になってしまいました。彼女と結婚できなければ私は一生独身で通しますと譲りません。彼が母親の言うことを聞かなかったのはこれが初めてでした。結局ゾフィーが折れ、エリザベートに結婚の話が来ました。エリザベートは、あの方を愛せない者がいるでしょうかと言いますが、自由に馬を乗り回していた彼女にとって格式高い窮屈なハプスブルグ家に嫁ぐことは荷の重いことでした。婚約から結婚までの8ヶ月間詰め込みの教育がされるのですが、まだ15歳。しかも今までとの落差が激しすぎてついていけず、悲鳴を上げ泣き出すこともありました。彼が皇帝でなければよかったのに。ソフィーはオーストリア皇后として恥じないようにダンス、オーストリアの歴史、フランス語、イタリア語など徹底的に教育します。逃げ出したいエリザベート、反発もしました。父から個性を大切にする近代的な教えを受けていたので、形式ばったことや権威主義などを嫌っていました。ゾフィーはゾフィーで帝国を守ることに責任を感じていたので、エリザベートの自由な行動を許すことはありません。嫁姑の価値観は徹底的に近い対立になります。ヨーゼフはというと、この頃帝国内の諸民族の独立運動が盛んになり、その対応に追われ、家庭内のいざこざを黙って見過ごしていました。それにゾフィーに育てられているのでとても保守的で伝統を重んじるタイプ、エリザベートとは違います。ヨーゼフは彼女がゾフィーのやり方に慣れていってくれることを望んでいました。形式、礼儀作法でガチガチに固められたウィーン宮廷。エリザベートは息が詰まり、だんだん体調を崩すようになりました。そして公務を休むようになります。エリザベート17歳の時、長女が生まれます。その子はゾフィーと名付けられ、姑ゾフィーに取り上げられて教育を受けました。この時代、母親が育てられないことは他の国でもありましたが、エリザベートはバイエルンで自分の母に育てられていたので、とてもショックを受けます。この1年後、次女ギーセラが生まれるも、またゾフィーに取り上げられます。この子供たちを連れてハンガリーにヨーゼフと行きました。ウラル山脈南西が源流とされるマジャール人の国ハンガリー。オスマントルコに支配され、17世紀末にハプスブルクの支配下に入り、オーストリアからの独立を主張していました。独立運動が起こりますが、ウィーン政府が武力で押さえつけ、逮捕したりしていました。自由主義的な思想を持っていたエリザベートは、このウィーンのやり方に疑問を持ちます。また、彼女にとって個人的にハンガリーは特別でした。マジャール人は遊牧騎馬民族で乗馬がリスペクトされていました。エリザベートは乗馬好き。しかも彼女の乗馬は王族の優雅なお遊びなどではなく、全速力で疾走し、障害物を乗り越えて技を競う本格的な乗馬競技でした。さらに、ハンガリーを毛嫌いするゾフィーとウィーン宮廷への反発も手伝い、ハンガリーをどんどん好きになっていきます。エリザベートがハンガリー好きという噂は広まっていたので、ヨゼフはハンガリーの人たちの攻撃を抑えるためにもエリザベートを連れて行ったのでした。
その際、エリザベートはソフィーの反対を押し切り、2人の娘も一緒に連れて行きました。なんと2人はハンガリーで病気にかかってしまい、上の子は亡くなってしまいます。このことについてソフィーは何も言いませんでした。その後、待望の男の子が生まれます。徹底的に帝王学を教育するため、またソフィーに取り上げられます。ですが、エリザベートは皇太子を産んだことで重荷が取れ、気持ちが楽になっていきました。ただ、相変わらずウィーンの堅苦しい生活に慣れることはなく、体調が悪化し、咳が止まらなくなりました。静養のために半年マデイラ島に移ります。そこは自由な少女時代を思い出すような暮らしで、みるみる体調は良くなり、ウィーンに戻ります。ですが、戻って4日でまた咳が出てしまい、その後はヨーロッパ各地を回るようになります。ヨーゼフがお金を惜しみなく出していたので、かなり豪華な旅でした。つまり税金でということになりますけどね。この頃、彼女が頼れるもの、信じられるものは自分の美貌だけでした。身長172センチ、体重50キロ、ウエスト50センチ。これを維持するために取りつかれたように食事に気を使い運動します。旅先でもシェイプアップルームを作り、体操器具が用意されていました。また、オリーブオイル風呂に入ったり、酢酸に浸した布をウエストに巻きつけたり、美に関するものはあらゆることに手を出しました。また、豊かな髪が自慢でした。コニャックと卵、香料を使ったシャンプーで洗うこともあり、髪の手入れにはとても長い時間を費やしていました。ただかなりの重さがあったため、頻繁に頭痛に悩まされていたそうです。エリザベートは、髪は私の宝物、同時に私は髪の奴隷なのよ、と言っていたとか。エリザベート28歳の時、ハンガリーの政治家42歳のアンドラーシ伯爵と出会う。二人は愛人関係だったのではとの噂もありますが、お付き合いをしていたのかはわかりません。ただ、アンドラー氏にとってエリザベートと仲良くなることはとても都合のいいことだったことは確かです。1866年、不王戦争が起こります。オーストリアは負け、力を失い、ハンガリーは今だと独立運動が盛り上がります。エリザベートはその独立を支持。ヨーゼフは最初は反対していましたが、オーストリアは瀕死の状態だったので、両国が手を組むことで延命を図るしか手立てがなく、ハンガリーに自治を与えることにしました。1867年、君主、外交、財政、軍事は共同。憲法、議会、政府は別という二重帝国になりました。初代首相にはアンドラー氏が就任。エリザベートがいなかったらこうはなっていなかったかもしれません。交渉の際、エリザベートがハンガリー語の通訳をしたそうです。勉強嫌いの彼女がそこまで習得するほどハンガリーにのめり込んでいたのかもしれません。戴冠式の際、エリザベートはハンガリーの民族衣装のデザインを取り入れたエキゾチックなドレスで現れると温かく迎え入れられました。同じ年、1867年、ヨーゼフの弟マキシミリアンがメキシコで処刑されます。マキシミリアンはフランスの皇帝ナポレオン3世からメキシコの皇帝になることを勧められました。フランスがメキシコの植民地化を狙い、扱いやすい人材としてオーストリアのマキシミリアンが選ばれたのでした。フランスの操り人形になって利用されることは明らかで、母ソフィーも兄ヨーゼフもエリザベートも反対します。賛成したのは妻のシャルロッテでした。野心家でプライドの高かった彼女は皇后になれるチャンスを喜び、夫が皇帝になることを望みました。妻の説得によりマキシミリアンは決意。当時メキシコは保守派と革命派の内戦状態にあり、保守派とつながっている皇帝マキシミリアンは即位後わずか3年で革命軍に捕らえられ、ヨーロッパ列強への見せしめとして国家反逆罪として処刑されました。処刑の際、マキシミリアンは銃殺隊の兵士7人を呼び、それぞれに金貨1枚を渡して心臓を撃ってほしいと言いました。顔が傷つけられたら母ソフィーが遺体を見ても自分だとわからないかもしれないと恐れたからでした。1868年、エリザベートに三女マリーが生まれる。
アンドラ氏の子供という噂も立ちましたが、成長するとマリーはヨーゼフに似てきたのでそれはないだろうと言われています。今度はソフィーに取られることはありませんでした。エリザベートはマリーのことをとても可愛がり、どこへ行くにも連れて行きます。エリザベートはハンガリーでは人気がありましたが、オーストリアでの人気はますます下がります。ほとんどウィーンに滞在することはなく、ヨーロッパのあちこちを旅していました。ただ、ウィーンに残してきているヨーゼフのことを心配しないわけではありませんでした。男女の気持ちはなくなってきていても、夫婦として大切に思う気持ちはありました。そこで、なんとヨーゼフと彼のお気に入りの女性とのキューピッド役を買って出るのです。皇帝には息抜きと気晴らしが必要と。ヨーゼフのお気に入りは女優のカタリーナ・シュラット。彼女の夫が借金まみれで別居していました。エリザベートは2人を引き合わせ、ヨーゼフ、カタリーナ、エリザベートと奇妙な三角関係になりました。ヨーゼフとカタリーナはその後33年間寄り添いましたが、年の差もあるためか2人の関係はプラトニックと言われています。ヨーゼフは王宮の近くのバートイシュルにカタリーナの家を用意し、かけがえのない女性として大切にしたようです。お金にルーズなカタリーナはカジノで借金を作ったりしましたが、ヨーゼフはエリザベートの時と同様に気前よく支払っていました。エリザベートは2人と連絡を取り合い、喧嘩の仲裁に入ったり、良き友達として接していました。1886年、エリザベートの大親友、バイエルン王ルートヴィヒ2世が亡くなります。彼はエリザベートにとって一番理解し合える大切な存在でした。悲しいことは続きます。1889年、息子ルドルフ謎の死。皇太子だったルドルフはソフィーにより小さい頃からスパルタ教育を受けていました。繊細な彼はだんだん様子がおかしくなります。ただ頼れるはずの母親は旅に出てほとんど会えません。大きくなって自分が受けてきた教育を批判し、また政治的に父と考えが合わず対立します。孤独を感じ、だんだんノイローゼ気味になっていきます。1889年1月30日、ルドルフと男爵令嬢マリー・フォン・ベッツェラの遺体がマイヤーリンクで見つかる。マイヤーリンク事件と呼ばれます。これは心中だったのか暗殺だったのかは分かっていません。エリザベートはルドルフの死からなかなか立ち直れませんでした。もっとそばにいてあげればよかった。それからはずっと喪服を着て過ごします。ヨーロッパ中から母であるエリザベートは注目され、パパラッチに追い回されます。ただでさえ嫌なものですが、美への意識が高かった彼女は若さを失っていく自分の外見を晒すことを嫌がり、余計にパパラッチへの嫌悪が高まります。1898年、エリザベート暗殺。スイスのジュネーブ、レマン湖のほとりに女官といるところ、突然男が近寄ってきて何か鋭いもので胸を刺されました。それは刃渡り11センチほどの細長いヤスリでした。傷が細かったため出血が抑えられ、刺されたことには気づいていませんでした。エリザベートは一度倒れるもすぐ起き上がり、10分ほど歩いて船に乗りました。その後意識を失い倒れます。女官が服を緩めたところ、胸元に血が滲んでいることに気づき、船を U ターンさせてホテルに戻りますが、助かりませんでした。この犯人はイタリア人アナーキストルイージ・ルキーニで、相手が王侯なら誰でもよかったそうです。エリザベート61歳でした。ヨーゼフは、誰も分かってくれないだろうが、私は彼女を本当に愛していたのだ、と言ったそうです。こちらの絵をご覧ください。フランツ・ビンターハルターのエリザベートの肖像。ダイヤでできた星型の髪飾りがエリザベートの自慢の髪をより美しく飾っています。この星の模様はダイヤの輝きを最も引き出すデザインと人気を呼び、シシーの星と呼ばれました。この時28歳、すでに3人の子供を出産しているとは思えない引き締まったウエスト。彼女の心の拠り所だった美というものを追求した完成形。この美の裏には
過激なダイエットや運動、新しい美容法の取り入れなど、ストイックに時間、労力、お金を注ぎ込み、尋常でない努力がありました。取りつかれるように自分の美を磨いていったエリザベート。彼女が安心できて孤独から解放させてくれるものが他にあったら、ここまでの執着はなかったかもしれません。ただ、この美しい姿を描くことができた画家は幸せですね。ハプスブルグ家オーストリア皇后としてではなく、最後までエリザベートであり続けた彼女の生涯はいかがでしたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。